皆さん、こんにちは。お久しぶりです。ずいぶん、はい。久しぶりになってしまいましたけど、今日は、セドナから、お送りしていきたいと思います。そうですね。ものすごい久しぶりになっちゃいましたけど、ゆかさん、お元気ですか？とても元気ですよ。元気。深夜さん、はい。セドナに来たから、ちょっとそうですね。悟りが入って、はい。エンジェル化あの、してるんですけどね。セドナに来てからこうやって、ああのの、なんて言うんでしたっけ、この、ヘイローって言うんでヘイロー。すけどね、英語だと。ヘイローが最近出てきちゃって、道行く人にこう言われるんですよ、指さされて。子供なんか見えるみたいですよ、僕のヘイローが。あ、そうはい。ですか、よかったでセドすね。ナに来てからだんじゃあ、だんだんだん濃く私は、なって。あ、ヒゲも最近生えてますけどね、こうやってほら、うん。ヒゲこうやっじゃあ、て、私はベレー帽でもかぶってみますね。はい。ひげをこうやってなぞると、こうやってちょっと消えるみたいな。指がですね、ひげの下に行くっていう透明ひげ。すごああ、いいでいでしょ？すね、なかなか。眉毛もほら、入れうん。墨入れそのてみたんです。眉毛もなんかものすごい、眉毛ほら、入れ墨をちょっとものすごい入れです。てみたんですけどね。ちょっとうかっこよくなったでん。しょ？ものすなんかごいことになこってますね。じゃあ、う、私もヒゲでもつけてみます。余計にこう、縄文人みたいになってきてますよね、最近。なんかイタリア人。じゃあ、私もこのヒゲでやってみましょうかね。最近イタリア行っても多分、イタリア人かお前って言われると思うんですけどね。深夜さんどこに行っても何時にでもなれますからね。いや、そんなことないですよ。やっぱり東南アジアと東アジアだけですから。今まで、フィリピンってことで、中国、韓国、日本、その他まあいろいろなところで、タイとかですね、あとネパールとか、現地人化できてますけど、うん。ちょっとヨーロッパではね、ちょっといまいちできなかったね。これだったら多分できるかもしれないですね。ちょっと現地人化。じゃあ、私もこんなんでどうでしょうかね。そちょっと深夜れちょっと、さんに。なんか、ちょっとそれがこれか。なんで、とも言え眉毛ないですね。もこんなにしちゃっあて、それすごどういでですかね。すね。はいはい。ちょっと深夜さんに対抗して、いいと思いますね。今日はちょっとまあおふざけを、頑張って。まあそんな真面目な健康の話っていうより、今日はちょっとおふざけも入れてですね、セドナ、でも、パープルにしてみました。ええまあ僕は最近っていうかまあ2、3ヶ月前にセドナに引っ越したんですけど、なぜかゆかさんもセドナにいるんですよね。なぜかっていうかね、それもちょっとはい。お楽しみで。まあお楽しみと言いますか、今話そうと思ってたんですけど、なんでゆかさんと僕が一緒にセドナにいるかっていうことはちょっとかなり皆さんのこう疑いを招くと思うので、まあ、どういう関係なのかっていうところがちょっとここまで来るとちょっと気になって、皆さん来るんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっとその辺をですね、今日は簡単にちょっと気になり暴いてみようますね。かなと、見ようかなと思ってるんですけど、まあ僕らじゃあ、はあのパートナーだったんですよね、昔ね。昔ね、昔夫婦だったんですね。昔昔にしたみたいですね。やはり。まあ僕らの、まあ、パートナーで、まあ、子供もいるっていうことですよね。まあそういうことにしておきまそうですね。しょうか。はい。そういうことにしときますっていうかね、それで過去は変えられませんからね。まあ、離婚もしたんですけれども、はっきり言ってまあ離婚後、まあ、離婚はまあそんなにまあ簡単というわけではないでしたけど、まあ、お互い努力して今でもまあ、仲良くやってるってことですね。まあ、一緒にいろんなところでつながってるところもあるので、例えば健康面のこととか、まあ、スピリチュアリティのこととか、まあ、そういったこともありますから、結婚以上にこのつながれる部分があったから、まあ、今でも子育てパートナーとしても一緒にうまくやってるっていうことですよね、簡単に言うと。まあ、その辺もちょっそうですね。とうん、そうですね、日本だとあんまりちょっとね、考えづらいところもあるのまあ、で、日そんな本だとね、やところもっぱり今日ね、話したらいいんじゃないですか？はい、まあ、第三者的なね、なんていうの、世間の、なんていうんですか、ね、目がやっぱりいろいろあると思うので、例えば親とかね、そういうの、何あんたたちやってんのっていう感じになると思うんでね、まあ、アメリカだと結構そういうところを自由に、すごいわねっていうところを結構尊敬してみてした目で見てくれるケースが多いので、
まあそういうところは僕らがやりたいようにできるってことですよね、ある意味ね。そうですね。まあ、まあ、そそのんなと辺もですね、ころもはい。後で話すんですよね。うん。まあ後でって言っても随分後になると思いますけどね、今日の計画からいくと。今日はですね、真実を暴くっていう。まあ、真実を暴くっていうところもありますけど、まあ、今の部分で真実を暴いたというふうに僕は理解したんですあ、けど、そうですか。ある程度ね。はい、わかりままあ、した。はい、わかりました。これから将来的に話そうと思ってるのは、まあ、将来的っていうのも近々ですけど、やっぱり僕らがどうやってこの離婚を超えて、その離婚をしてもその後仲良くやって、まあ、特に子供のためにですよね。関係をうまく築き上げてきて、まあ、子供へのその離婚の影響を、極力ミニマムに抑えることができたかっていうところを、まあ、コロナ関係で結構離婚とかも増えてるみたいですよね、最近ね。うん、なので、まあ、特に日本の人たちの、参考になるかなと思って、そういったところもちょっと取り上げて、今だから話せる僕らの離婚話みたいなのも、ちょっと後でまとめて話してみたいかなと思ってるっていうことは事実ですけど、今日はですね、そのなんでセドナなのかっていう、まあ、セドナっていうと結構やっぱりね、日本人の方にも結構このスピリチュアルな、土地として結構知られてますよね。そうですね。誰が来たんでかなり知られてしたっけ？ますね。誰が来たんでしたっ安室け？奈美恵ちゃん安あ、室安室奈奈美恵ちゃん美恵ね。ああ、はいはい。安室奈美恵、来たんでしたっけ？なんかニューメキシコの方とかも行ってたような気がするんですけど、ここら辺も来てたんですね。うん。うん、はい。なんかお笑い芸人のなんとかさんっていう人と、なんか離婚した後に、まあかなり前の話ですけどね。うーなんかセドナん。に来たっていう、なんかこうので結構有名になりましたね、セドナ。ああ。相川七瀬も来てましたよね。本なんかも出してるのうん。僕見ましたけど、こっちに来てうん。初めて知ったんですけど、彼女もなんか来てたみたいですよね。彼女結構スピリチュアルみたいで。いろんなその、セドナには4つ、ボーテックスって言ってこう、渦巻き状にこう上がってくる、エネルギーが、ね、地底からあるって言われていて、その辺には、木がね、木の、こう、バーク、木の、なんて言うんでしたっけ、そういうの。木がこういうふうに育ってるんですよね。渦巻いてね。そういうところがいっぱいあって、そういうところに行くと、まあ、敏感な人は、ものすごいエネルギーを感じるし、まあ、鈍感な人でもものすごい疲れてね、もしくは、ものすごいなんかパワーアップした感じが得られるっていうところがありますよね。そうですね。私なんええ。かここに来た時に、こう、一つのこう、岩っていうんですか一をつの岩。通ると、もうなんか、ええ。めまいとうーか、ん。山ですよね。例えばベルロックとかっていう。うん。山ね。うん。うんうそうん。そうそうそう。うん。そうですよね。まあ、だからこう、ちょっと体が慣れるまでに時間がかかりましたね。体が慣れるまでに。うん。うん、確かにね。なんか最初うん、来た時に、8月だったかな。はい、その前に、ちょっとこう、スピリチュアルヒーリングっていうか、体からこう、毒素を出すっていうような、はい。指圧と、足のつぼ押しをしてもらここで、ったんですね、ここででお灸と。すか？ここで？うん、サンフランシスコで。ああ、はい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 。それで、ここに来たら、ま、2、3日したらちょっと、効果が出ますからっうんて言われうん。て、うん、ちょっと忘れてたんですけど、で、はい。ここに来て3日目に、もうほんとに、すごい、こう、吐き気と、うん。なんか頭痛とか色々して、で、なんか変なもの食べたのかなと思ったんですけど、で、はい。彼女に、その施術者の人に連絡したら、ああ、ま、セドナだから、こう、はい。そのパワーも一緒に、あの大きくなって出ると思いますって言われて、ああ、もうそうですか。すごいデトックスしましたね。あすごいあ。デトックスして、気持ちよかったですけどね。ええ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 。その次の日はもうすっかりこう、もう綺麗な感じで起き上がれて、ああ。なんかやちょっとそれ、っぱりここに来て、ヘイローの方がいいんじゃないのあ、ヘロの私の。方がいいですか？ええ。こんなのもありますけどね。ピッツァですかね、これ。ピザですね、それ。ピザが頭に乗ってるんですか、これ。なんかよくわかりませんね。なんかいろいろあるんですね、これうん。知らなかったですけど。マスクもつけられますよ。ああ、そはい。う、それはコロナの時にやったらいいんじゃないですかね。
そうですね。今、すごいコロナの数が増えてますから、今やった方がいいのかもしれないですね。そうそうですね。ですよね。まあ、この辺のパワー、結構やっぱりすごいもんがあって、なんか僕の友達が言ってたんですけど、やっぱりネイティブアメリカンの土地だから、なんて言うんですっけ、受け入れる儀礼みたいなのがあるみたいですね。ここに来て、スッと入れる人と、こう、簡単にこう入れない人がいるみたいですよ。なんかほら、インドに行くのも、やっぱりこう、運命じゃないけど、なんて言うんですか、縁がないといけないとかって言うじゃないですか、インドとかって。うん。そういうのとそうですね。同じように、私行きましたけどね。そう、なんとか儀礼って言ったら名前忘れちゃったんですけど、入管儀礼だと日本語で、エントランスのその儀式があるじゃないですか、アメうリカン、ネイん。ティブアメリカンの。なんかそういうののなんかエネルギーがあるから、簡単に入れる人と入れない人がいるみたいですよ。ああ、はい。そうなんですか。ええ。まあ、僕らここに来たっていう理由はですね、まあ、これに戻しましょうかね。そうですね。はい。もともとは僕は全然セドナにもともと来たことがなかったんですよね。うん。はい。ゆかさんが何回か来てたんでしょ？はい。そうですね、3回ぐらい来まはい。したね。ええ。で、うん。うちの娘のですね、グレード6だから日本で6年生、中学校1年生か、の、うん。娘の、その学校がカリフォルニアで、コロナウイルスの影響で、閉鎖しちゃったんですよね。で、オンライン授業も何もなくなってしまったと。で、じゃあどうするっていうことを考えていたときに、アリゾナ案っていうのが一個バーンって上がってきたんですよね。それがなんでかっていうと、一番最初にそのアリゾナっていうオプションを口にしたのはユカさんだったんですよね。そのフィニッうん。クスになんか、今の旦那さんの親戚がいるとかなんとかっていう、ね。確かね。そうですね。で、僕そうですね。それ聞いて、アリゾナだと全然その環境が違うので、学校もインパーソン、普通に子供が学校に行って、授業を開催しているところもあるので、ああ、そういうのも手かもしれないなということを考えたときに、でもフィニックスっていうところが、まあ首都なんですけど、フィニックスっていうのでどうも全然ピンとこなかったと。で、僕が地図をこうやって見てた時に、あ、そういえばセドナってどこにあるんだっけなってふと思ったんですよね。で、そのうん。セドナっていうのをマップで見たら、まあフィニックスから2時間ぐらいだったと。で、そのフィニックスから2時間ぐらいのところにセドナっていうところ、セドナっていうところものすごい惹かれたわけですよ、僕。行ったこともないのに。で、それで調べたら、その娘はウォールドオフスクールっていうシュタイナー学校、日本語でシュタイナー学校って言うんでしたよね。そのシュタイナーはい。学校っていうところに行ってるので、普通のパブリック学校に行くと、公共の学校に行くと、公立の学校に行くと、公立高校ですね。うん。そう、公立中学校ね。中学校に行あ、くそうですね。と、うん。ちょっと授業がやっぱり全然違うやり方をやっているので、全然ちょっとついていけないとか、なんかちょっと問題があるなっていうことを思ってたんで、同じ学校に行かせたいと。で、そういうところで、ウォールドオフスクールってこっちで言いますけど、そのシュタイナー学校があるかどうか調べたら、そこものすごいいいのがあるんですよ。セドナにね。で、そこから進んでいって、あ、じゃあちょっと行ってみようと。で、僕がその2週間後ぐらいにこちらに来て、その学校のディレクターなんかと会ったりして、で、そしたら、すごくいい学校なんで、あ、これすごいいいかもと思って。で、ウェブサイト見てたら、アウトドアがね、ものすごいいいので、例えばマウンテンバイキングとかハイキングとか、ハイキングコースなんか50ぐらいあるらしいです。全部でなんか400マイルトータルであるんですって。まあ、ゆかさんもね、こっちに来てから、なんかめったに見なかったですけど、ハイキング結構やってますよね。やってますね。毎日、毎日行くようにしてます毎けど。日とか言ってんですか？本当ですはい。か？うん。うん。なんかね、急になんか、山歩くようになったりして、ちょっと僕びっくりしたんですけど、まあ、娘も、マウンテンバイクに最近かなりハマってて、ね、クリスマスギフトになんかマウンテンバイクが欲しいとかっていうので、ちょっと、ええ、
ものすごいいいの買ってやんなきゃならないお父さん頑張羽目にりましたね。なってしまっちゃいましたけどね。はい。はい。まあそんな感じで、じゃあセドナっていうことで、家とか探したりとか、まあ僕がこっちにホテルに来て、ホテルに泊まって、まあ家探したりとか、見に行ったりとか、ね、ゆかさんの夫婦のあれ家族のもなかなかこっちに来て見れなかったんで、僕が代わりに見に行ったりとかして、それでまあ結構スピーディーにスムースに見つかった方ですよね。でかい引っかなり越し、じゃないですか。決めてから2ヶ月ですもんね。1ヶ月半ぐらいでポントントンとう決まりましんうん、たよね。そうですね。まあ僕ちょっと家探しとかで苦労しましたけど、セドナにこうして今、住むことができました。どうですか？はい。魅力って何ですか？ゆかさんにとってセドナの魅セドナの。力ですか？はい。やっぱりね、比べると簡単だと思うんですけど、やっぱり私たちずっとこのベイエリアうん。に住んでいて、やっはい。ぱりベイエリアってものすごい、人が多いから、はい。いろんな出会いがあるじゃないですか。うんうし、んうん。そそうね、の、サンフランシスコとかね。コンシャス的、コンシャスって何意識ですこか？意識がすごい高いところだと思うんですよね。そういうはい。食べ物とか、教育とか、ああ、はいはい。人もものすごいなんていうのか、オープンだうんし、うん。なんていうのかな、自分が自分らしくいれる場所だと思うんですよね。はい。でもやっぱり、私今、まだ、看護師をやってるので、はい。私1週間ずつ行き来、セドナとこっちで行き来するんですけど、はい。やっぱりセドナに来ると、感じるのは、やっぱりそういうベイエリアで住んでるとはい。でちょっとなんか真剣に話せないですよ、その豚がいるとね。し真ちょっ剣、と、真剣な話でもないからいいんじゃないですか。まあいい季節けどさ、外れの私ほら、紫陽花。はい。ほら、カプリコンだかあ、ら、これだな。結構真剣になっちゃうんですけど、ああ、とにそうですね。かく、とにかく、僕は真そう、だからベイ剣に話してエリアに ても真剣じゃないですから。はい。どうぞ。ベイエリアにいると、なんていうんですかね、すごいやっぱり競争心が高いから、うん。やっぱりそういう意識が高い人の中にいても、結構このサバイバルっていうんですか、やっぱり時間も高いし、何ではい。もお金の面も高いし、なんかこの競争っていうんですか、なんか自分を高めようってみんなしてるから、うもっん。ともっとっていうんですか、このアメリカのもっともっとうん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 精うん。神みたいなもはいはい。のが、集まってるけれども、すごいニューヨークとかとちょっと違って、すうん。ごい皆さんオープンで、うん。すごいスピリチュアルっていううん。のがあったと思うんですけど、やっぱりこっちに来ると、やっぱり騒音とかもないし、山に囲まれて、私長野で育ったので、やっぱりちょっとああ、砂漠の気候とは違いますけど、このうん。山のどしっとしたうんう感じですか？それんうん。がやっぱり私には合ってると思うんですよね。うん、ああ、はいで、はい。体ですよね。ソマティックにね、感じるこの体の、エネルギーが多分、なんていうのかな、ベイエリアにいると、いろんなとこに行っちゃうんですよね。あれもこれしなきゃ、これもあれしなきゃっていう、あれもこれしなきゃ、これもあれしなきゃっていう、ちょっと乱雑になるんだうん。と思うんですけど、いろんなところにエネルギーがああ、行っちゃう確かに感じね。はいはい。がするんですけど、セドナにいるとやっぱり山に囲まれて、騒音もないし、うん。どしっとした感じ。私やっぱりなんていうの、エレメントとして、私のは結構アース、うん。アースじゃないですか、地球じゃないんですね。なんていうんですか？土はい。土っていうんですか？なんですか？グラウンドですよね。はい。そう、だからすごいはい。スロー、私結構ゆっくりで、なタイプなので、ええええ。ベイエリアにいると、忙しくなっちゃって、はい。結構疲れちゃ疲れなそこでは感じなかったんだけど、いろんなことがいろんなところに神経がいろんなところに神経がいろんなところに神経がうん。散乱しちゃうと思うんですけど、うんうこっちにん。来るとやっぱりセドナのエネルギーもありますし、うん。どしっとして、自分を発見するのに、やっぱりいいところだなって思って、本当に今、4ヶ月ぐらいですか？うんうん。はい。
だけれども、いろんなことを自分のことを発見したり、うん。私、シアンさん知ってるかもしれないですけど、トニー・ロビンズうん。を、ずっと結構ここ2、3年やってるんですけど、うん。そういうこのいろんな情報とか、いろんな習ったことも、違はい。うところに、体の違うところに収まる感じがするんですよね。ああ、はいはい。うん、だかわかります、らこの自その意味。分を発見、はい。そう、スピリチュアルっていう意味で、いろんな人がいろんなこうスピリチュアルのこう観念があると思うんですけど、うん。私としてはそういうこう自分探しとか自分をこう、の内面をちゃんと見て、そこからこう人生を決めていくっていうか、そこうから人生をん歩んでいくっていうのに、ものすごい助かってるなと思いますね。うん。なるほやっぱりあどね。とはその、いろんな山に行ってみて、やっぱり山でいろんなこうエネうん。ルギーうんうが、違ん。うエネルギーがあるじゃないですか、その4うん。つの山で。はい。で、やっぱりこう感じますよね。こう、一つの山にいるとものすごい私、その男性と女性のエネルギーで、うん。マスキュランとフェミニンのエナジーがあると思うんですけど、うん。もうその一つのなんかベルロックとかに行くと、本当になんかああ、これだってすごい、こう、いろんなことが発見できたり、こう、フェミうん。ニンの、こう、そういう女性性の高い山に行くと、はい。こう、なんていうのかな、あ、ここでダンスしたいなみたいな、なんうんうかこんうん。う、へこえ。こ今に生きて、こう、ああ、こうダンスしてこうやって楽しもうみたいな、もうなんか、はい。こう、いろんなバランスが取れるエネルギーがうあってんうん。はい。いいですね、私には。なるほどね。うん。確かにで、子供僕にも、うたちもね、ん、はい。すごい、エンジョイしてるし。そうですね。大変エンジョイしてますね。ただ、娘はずっと野球やってきたんで、ただ野球チームがないっていうのが、ちょっとたまに傷と言いますか、ところがありますけど、その代わりすごい今、マウンテンバイクにはまってて、エンジューロチーム作るって言ってますよね。知ってました？エンデューロレースっ言ていうのってましたね。があるんうん。ですけど、それに来年の夏、ニューメキシコ行ってレースするかもしれないみたいなことを言ってるんで、うん、なんかすごい張り切っすごい、てましたね。楽しんうん。でみて、それもあって、ちょっと奮発してバイク買ってやっちゃったんですけど、やっぱりね、いいものを持ってると、あ、自分のやることもね、すごくやっぱり、気合が入ってくると思うんで、そういうのをちょっと、うん。ね、躍動させてあげたいなと思って、はい。僕もそういうとこおありますね。父さん頑張りましたね。わかりました。はい、ありがとうございます。で、ゆかさん言ってたみたいに、僕もサンフランシスコにいた時は、もう四方八方、なんかこれもやろう、あれもやろうって、ものすごく、分散しちゃってたなんかこう、アシュラの像みたいにこういうふうになんかこう、いろんなところに手があるみたいな感じになってましたけど、こっちに来てから、そういうのがピタッと止まっちゃったんですよね。だからFacebook のポスティング結構心がけて週に2回ぐらい健康面についてポスティングしたんですけど、サンフランシスコ行った時は全然やってないの、こっち来てから。なんかうん。もう完全すぐ止まりますよね。に止まりましたね、僕も。私もなんあの、か4ヶ月ぐらいやってないですね。そうですか。全然ポストうん。してない。やりたいとは思わないんですね。そうなんですよ。やりたいとうん。全然思わないんですよ。で、なんか、この前も言いましたけど、寝てばっかりいるんですよね。こっち来てからね。でも眠りがものすごい深くって、なんかちょっと、大丈夫かなっていうぐらい眠ってますけど、未だに。そういうこでもとで、シニアさん昔から眠りが浅い人だったから、はい、だから、いろんなこう、長年のこういうそうですね。多分細胞のあちこちでちょっとこう疲れが溜まってるとか、こうフィックスしなきゃいけないっていうところがあって、それを今なんかこう調整してるのかなっていうふうに僕は結構想像したりしたんですけど、個人的な変化としてはそれが一番大きい変化ですかね。人とかそういうのに関しては、こっちの人って、この辺やっぱりこう年齢層が高いですから、あと人種が少ないっていうのが、不満といえば不満。エネルギーがものすごい低い感じがするんですよね。そういう人間のエネルギー。ただ自然のエネルギーはものすごい高いから、そのアンバランスが僕にとってはまだちょっとこう自分で吸収しきれてないっていう感じですかね。うん。だからこうハイキングとかに行くと、ものすごい高いエネルギーを感じるし、ものすごいなんかこう、稀な、今までになかったようなエネルギーが得られるのを感じるんですけど、で、それでもって僕の細胞がものすごいこう、全く違うものをもらってるから、ものすごい疲れるっていうところがあるんですけど、人間からのエネルギーっていうのはものすごいこう、ローキーなんで、ちょっとその辺のバランスがちょっとこう、うまく僕の中で
こう対処しきれてないっていうところがものすごい今感じてますね。ただここ2、3日なんですけど、なんかこういろんなこうまた新しい全く今までと違うアイデアがちょっとふつふつとちょっと湧いてきたんで、これからの僕の将来についてなんですけど、主に今までこうなんていうかこうヘルスとかそういうのものすごいやってきたんです。まあそれは変わんないんですけど、もうちょっとなんかこう深いところにこう人間の深いところにこう携わっていきたいかなっていうところがあるんですよね。もうちょっと深いこうソウルレベルな部分でこう人に影響を与えたいっていうところが出てきたかなっていうちょっと最近思ってるんですけど、まあそういうふうに素晴らしいですね。ちょっと変化といえば変化ですかね。はい。うん、まあそんな感じですかね。まあ、セドナこの辺はものすごいやっぱり魅力的ですよね。やっぱりさっきも言いましたけどアメリカン・インディアンのもともとの土地なのでものすごく自然とか今でもそういう儀式が守られているしインディアンそのアメリカンネイティブアメリカンのその入り口っていうんですか日本語でリザベーションってこっちで言ってますけどそういうところの周りにものすごいいっぱいあってニューメキシコとかコロラド、ユタ、まあ、その辺もね囲まれてますからすごくやっぱりそういうところにちょっと足を伸ばして行ってみたいとは思ってますね。なんで今、日はい。本で、対抗療法やった時に、はい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 。よく覚えてたのは、深夜さん、アメリカンのネイティブインディアのところでものすごいコネクションがあったじゃないですか。そうですね。だからこう、まあ、13年間ここに来て、こうやっとう戻っん。てきたなみたいな。うん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 。やっ戻とこう、ってき、このうん。ソウルっていうか、その魂が、そうですね。こうね、え新たにカムホームみたいな、ウェルカムホームみたいなあるかもしれ感じなのかもないです。しれないですね。まあ、まだそういうところを直接的には感じないんですけど、セドナに住んでて。ただ、それもあってなのか、そういうところにいろいろちょっとこう足を伸ばしてみたいなとは思ってるんですよね。うん、いろいろ素実晴らしいです。際にそういうところに行って体験したりとか、そういう人と話をしたりとか、そういう文化をちょっと見たりとかして、行ってみたいなと、そうエネルギーをね、感じてみたいなとは思ってますね。はい。なんでそんな今ちょっと、話もいろいろ聞きたいですね。まあそうですね、行ったら、YouTube とかにあげようかなと思ってますんで、記録素晴としてね、らしいです。はい、はい。ウェブサイトとか、まあそういう感じですかね、セドナね。はい。はい。うわ、すげえ、本当だ。そんなことできんの？ね、すごいね。それすごいね。やってんの？そんなのどうやってやんの？もうちょっとこう眉毛を細くした方がそんいいなのどうやかしら。ってできんの？何使ってんの？そんなの。これでいいかな。それやった方がいい、やめた方がいい。キモいよ、キモい。そどうれど、も皆さんこんにちは。それどうやってやってんの？ね、ちょっと、それどうやってやってんの？どうやってやってんのそれ。ちょっとキモいんだけど。そんなオプションあんの？どこ？あるよ。どこ？ It's a Studio Effect ってあるでしょ。あ、ス Studio テュディオエフ Effect ェクベータバートか。ジョン。へえ。うん、あ、本当だ。すげこれでいいと思え。そんなう。どうもの皆さん、あ、すごい。今日はよく出しやりこましれ、た。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日はパイロットとパイレッツとユニコーンでやっています。ユニコーン。ちょっとすごいね。眉毛がちょっと早く動くと動き早く動くとずれる。早く動くちょっとずとずれて。れちゃいますけど、ひげも動いちゃっ何言ってて。んの。あ、これでいこうかな。これ。皆さんこんにちは。皆さん、こんにちは。
パイレッツのすげえな、インスタです。これ、眉毛。目はなんとかなんないのこれ、目。目何にもできないの。これでも、これなかなかいいんじゃない？なんかこう、武士みたいで。これすげえや。皆さん、こんにちは。こんな感じじゃないんじゃないですか。プロフェッサー柿沼ゆっ子です。今日は瀬戸田について俺はやっぱりおこれかな。話ししましょう。皆さん、こんにちは。よし、これでいこう。本当かよ、お前。